ポンガとエステアキッチンへようこそ。今回作るお菓子なんですけど、クグロフ。このお菓子は発酵菓子、パンと同じですね、イーストを使って発酵させて作るお菓子ですね。フランスの東部ですね、東部のアルザス地方のメーカーとして有名で、マリー・アントワネットの好物だったって言われてますね。このクグロフっていうお菓子がですね、ドイツ、ウィーン、フランスそれぞれに似たお菓子があるので、実際発祥があやふやになってるっていうところがありまして、日本では扱い的にはブリオッシュやクロワッサンと同じで、ケーキ屋さんでも見ますし、パン屋さんでも売ってるっていう、パンのようであってお菓子でもある、お菓子のようであってパンでもあるっていうちょっと不思議なお菓子なんですけど、ヨーロッパではその発酵菓子っていうのが多くてですね、日本ではあまり馴染みがないかもしれないですけど、とても美味しいお菓子なので、ぜひ皆さんも一度作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。コモンさん。生地としてはシンプルでですね、ブリオッシュとほぼ同じ作り方ですね。ボウルに今回中力粉を入れてます。中力粉に砂糖、塩とイーストですね。イーストは塩と当たらないように入れてあげて、こちらにですね、あと卵と牛乳を入れて練っていきます。卵は必要分ほぐしてから牛乳と一緒にかかります。では先ほどの粉類ですね、卵を入れる前にざーっとだけちょっと混ぜてあげて、こちらに卵と牛乳を加えて、最初はゴムベラでちょっと一塊になるというか、ちょっと水っぽさが消えるまでですね混ぜてあげます。それがだいたい馴染んだところでですね、台に取り出して、ここからは手で練っていきます。で結構水分が多い生地なので、初めのうちはべちゃべちゃで扱いにくいんですが、しばらく練っていきますとまとまってきますので、それまでは混ぜ練りみたいな感じですねをひたすら繰り返します。これで8分ぐらいですかね、あのまんま練り続けた状態です。先ほどよりだいぶ、完全なひとまとまりとはいきませんけど、さっきのべちゃべちゃな状態からちょっとまとまった、しっかりグルテンもできて一つの生地としてつながった状態ですね。これぐらいになったらバターを入れていきます。で室温に戻しておいて少し柔らかくしたバターですね、こちらを入れていきます。でバターが少しずつ馴染んでくるとですね、最初これ大丈夫なのかなっていう状態になりますので、生地が一度先ほど作り上げた生地がですね、油が入ることによって一回バラバラになっていきます。ただちゃんと根気よく混ぜ込んでいけばまたつながってくれますので、またここからしばらく頑張って練り続けます。でまんべんなくバターを潰しながらですね、混ぜ練りを続けていくとですね、さっきペースト状に近い状態の生地が、さっきよりはなんとなくまとまった状態になりますんで、手に張り付いた生地もですね、最初の頃よりは簡単に剥がせれるようになりますんで、バターも入ってですね、あらかたひとまとまりになったら、こちらにお好みのドライフルーツですね、今回はオレンジピールとレーズンをたっぷりと混ぜ込みます。折りたたみながらですね、生地の中にドライフルーツが入るようにします。はい、ではこちらの生地をですね、最初に混ぜるのに使ったボウルでいいと思います。こちらに移してもらってですね、細かに温度設定できるオーブンなんかをお持ちでしたら、今25度ぐらいの低温でですね、じっくり、だいたい生地が倍ぐらいになるぐらいまでですかね、1時間ほど発酵させます。それでは1時間ほど発酵が終わった生地ですね、一応フィンガーテストで感じでですね、指の跡がしっかり残れば OK です。そしたらここでガス抜きをします。ガス抜きといっても
そこから1回生地を丸めてあげて、でバターが多い生地なのでかなり緩んだ状態になっているので、折りたたんで丸めてあげるぐらいでいいですね。そうしましたらこの生地をラップをかけてですね、このまま一晩冷蔵庫で休ませます。やっぱバターと糖分が多い生地なので、一次発酵だけだと完全に発酵しきれてないので、このまま長時間冷蔵庫でじっくり発酵させてあげてですね、発酵を均一化させてより風味よく仕上がるように一晩休ませます。それでは明日までおやすみなさい。はい、それでは翌日ですね。一晩休ませた生地なんですけど、中のバターもしっかり固まって、やっぱり長時間少しだけ発酵させるので中は若干ふかふかしてますね。ではこちらを分割していきます。これで分割終わりですね。で今回使う方がこういうミニググロフ型っていうのがよく売ってるので、これ使うんですけど、本当のググロフ型だともっと真ん中のこの出っ張りがもっとあるんですけど、なんでドーナツ状に成形して焼いていくんですけど、今回はどちらかというとあまり出っ張りのない型なので、このドーナツ状の成形はしずに丸めて入れるだけですね。一応くっつくの防止に油だけ、バターだったり、サラダ油でもいいと思います。薄く全体に塗っておいてください。ではこちらをですね、少しだけ打ち粉をしてあげて、バターと糖分が多い生地なので結構ベタつきやすいので、あんまり触りすぎて常温に戻りすぎるとまたベタベタの状態に戻ってしまいますので、手早く丸めてあげます。丸めてあげるとですね、閉じ目ができますので、閉じ目を上にして型に入れていきます。でこちら丸めた生地をですね、指を水で濡らしてもらって、生地を慣らしながら型の中に押し付けていきます。ではこれで成形が終わりですね。残った生地は一応カヌレ型で焼いていこうと思います。で、二次発酵ですね。このまま30度から35度ぐらいで1時間から1時間半ぐらい発酵させます。では発酵が終わるまで。それでは発酵が終わりました。少し型と同じぐらいの高さですかねになるまで発酵すれば OK です。そしたら今度は180度のオーブンでですね、だいたい25分から30分ぐらいですかね、焼き上げていきます。でもし途中で上に色がつきそうだなと思ったら、アルミホイルなどをかぶせてそれ以上色がつくのを防ぎます。で、少し下火が欲しいので、オーブン予熱する際にですね、鉄板ごと予熱して焼いていきます。焼き上がりましたので、出来上がったらですね、すぐに型から外してあげます。では粗熱が取れたらですね、仕上げに粉糖をかけてあげればとても素朴な発酵菓子ですね、ググロフの完成です。では早速いただきましょう。There's things in life you simply need to know, but sun and rain and trust and letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safely to the end, the end, the end. And if you ever wonder, there is nothing wrong with a little thunder. Things in life you